レッスン1、会議をスケジュールする。ねえ、アンナ、ちょっと時間ある？会議を手配しないといけない。承知しました、ジョン。空いてるよ。会議の内容は？今後のプロジェクトの締め切りについてです。チームにとって進捗状況や直面している課題について話し合うことは重要だと思います。それは必要だと思うよ。ジョン、いつ会議を予定しますか？明日の午後はどう？午後2時頃？明日の午後2時に仕事があるんだ。ジョン、会議室を予約しましょうか？はい、チーム全員で参加できる会議室を予約しましょう。それは私がやるよ。素晴らしい。全員に会議招待状を送るべきでしょうか？はい、それは役に立ちます。会議の招待状を作成し、議題と関連資料をすべて含めます。パーフェクト、ジョン。必要な情報を事前にチームに提供して、準備を整えることが重要です。絶対に、アンナ。明確なコミュニケーションと準備は、生産的な会議の鍵です。同意するよ、ジョン。これにより、全員が同じ認識を持ち、効果的に貢献できるようになります。会議の招待状を送ったら、全員に出席を確認してもらいます。誰が出席するのかを知っておくことは重要です。いい考えだね、ジョン。それは私たちがそれに応じて計画を立て、必要に応じて調整を行うのに役立ちます。まさに、アナ。私たちは一緒にいる時間を最大限に活用し、みんなの意見が確実に聞こえるようにしたいと思っています。ジョン、会議のために他に考慮すべきことはある？オープンディスカッションに時間を割き、チームからの質問や懸念事項に対処すべきだと思います。同意しました、ジョン。オープンでインクルーシブな環境を作ることで、コラボレーションが促進され、チームワークの感覚が育まれます。そう思ってくれて嬉しいよ、アンナ。誰もが大切にされていると感じ、自分の考えを気軽に共有することが重要です。絶対に、ジョン。オープンなコミュニケーションを育むことで、私たちはより効果的に協力し、どんな障害も克服することができます。アンナ、これ以上同意できない。私たちがチームとして成功できるかどうかは、協力して解決策を見つける能力にかかっています。よく言ったよ、ジョン。この会議を積極的に手配して予定通りに進めてくれたことに感謝します。ありがとう、アナ。プロジェクトを成功させるには、効果的なコミュニケーションと定期的な確認が不可欠だと思います。完全に同意するよ、ジョン。この会議を実りあるものにして、プロジェクト目標の達成に近づきましょう。間違いない、アナ。みんなの積極的な参加と関与があれば、私たちは素晴らしいことを成し遂げることができると確信しています。あなたの信頼はわかるわ、ジョン。この会合を心待ちにしており、共通の目標に向かって共に働くことを楽しみにしています。ありがとう、アナ。チームへのあなたのサポートと献身に大いに感謝します。この会議を成功させましょう。どういたしまして、ジョン。私もチームの成功に全力で取り組んでいます。生産的で実りある会議になりますように。乾杯、アンナ。早速必要な手配をしましょう。
まもなく会議の招待状を送ります。いいですね、ジョン。会議中に貢献したり協力したりする準備はできているよ。この件を率先してくださってありがとうございます。嬉しいよ、アンナ。私たちは一緒に取り組んでいます。皆さんのサポートに感謝しています。それでは会議で会いましょう。レッスン2、適切なショベルの選択。アンナ、シャベルを買おうと思っていますが、私のような初心者にどれが最適かわかりません。何かおすすめは？いい質問だね。ジョン先端が先の尖った小さな低用シャベルから始めることをおすすめします。アンナ、なぜ小さな低用シャベルを勧めるの？小さなガーデンショベルは軽量で扱いやすく、初心者に最適です。先端が尖っているので正確に掘ることができます。なるほど。じゃあ、コントロールして効果的に使う方が簡単だよね。まさに、ジョン。ショベルが小さいほど、特に狭いスペースや工場周辺で作業する場合に、制御と精度が向上します。それは理にかなっています。掘っている最中に誤って植物を傷つけたくない。絶対に、ジョン。小さな低用シャベルは不必要な損傷を防ぎ、園芸プロジェクトを成功させるのに役立ちます。他に検討すべきショベルはありますか？さて、特定の目的のための様々なタイプのシャベルがあります。なるほど。だから、庭でどんな仕事をするかによるね。はい、その通りです。これから行うガーデニング作業の種類を検討し、その要件に合ったシャベルを選ぶことが重要です。それは理にかなっています。アナ、私は主に花や野菜の植え付けをするので、今のところは小さな低用シャベルで十分でしょいい選択だね。ジョン経験を積み、様々なプロジェクトに取り組むにつれて、いつでも追加のツールに投資できます。それは本当です。シンプルなものから始めて、慣れてきたら少しずつガーデニングツールを広げていきたいです。それは賢明なアプローチだ。ジョン必需品から始めて、自分のニーズや興味に基づいてコレクションを構築するのが一番です。アンナ、あなたの指導に感謝します。経験のある人がアドバイスをしてくれると助かります。どういたしまして、ジョン手伝えてよかった。ガーデニングはやりがいがあって楽しい趣味です。皆さんが始めてくれることを楽しみにしています。ありがとう、アナ。手を汚してきれいなお庭を作れるのを楽しみにしています。君はきっとうまくやるよ、ジョン。時間をかけてプロセスを楽しみ、必要なら遠慮なく助けを求めることを忘れないでください。そのことを心に留めておくよ。アナ忍耐と他者からの学習は、どんな新しい試みでも成功の鍵です。絶対に、ジョン。ガーデニングは継続的な学習プロセスであり、常に新しい発見があります。アンナ、このガーデニングの旅に出ることにワクワクしています。貴重なアドバイスをありがとうございました。どういたしまして、ジョン。私はその道のりであなたをサポートするためにここにいます。ハッピーガーデニング、そしてあなたの庭が繁栄しますように。ありがとう、アナ。ご支援に感謝します。
ご多幸をお祈り申し上げます。活気あふれる庭とたくさんの緑の親指へ。レッスン3、注目のトピックと個人的な考え。はい、最近話題になっています。それについてどう思いますか？さて、この件については様々な見方があります。ジョン。オープンマインドでアプローチし、様々な視点を検討することが重要です。同意します。アナ、トピックをより深く理解するには、敬意を持って有意義な話し合いを行うことが不可欠です。絶対に、ジョン。建設的な対話をすることで、視野を広げ、お互いから学ぶことができます。それで、アンナ、あなたはこの問題について個人的にどう思いますか？個人的には、考えさせられ、複雑だと思います。どちらの側にも有効な議論があり、長所と短所を比較検討することが重要です。なるほど。それは間違いなく多面的な問題であり、慎重に検討する必要がある。はい、ジョン。十分な情報に基づいた意見を述べる前に、信頼できる情報を集めて批判的に分析することが重要です。完全に同意します。アナ、感情や伝聞だけに頼るのではなく、事実に基づいて考えることが重要です。その通りだ。ジョン。事実と証拠が私たちの理解を導き、私たちの視点を形作るはずです。アンナ、このトピックについて他の人と話し合う機会はありましたか？はい、友人や同僚と何度か会話をしました。様々な視点を聞き、敬意を持って議論できるのは魅力的です。それは啓発的に聞こえます。アナ、視野を広げるために多様な会話をすることは貴重です。これ以上同意できないわ、ジョン。これにより、私たちは自分の信念に挑戦し、別の視点を考えることができます。アンナ、このトピックについてもっと学ぶためにおすすめの特定のリソースや記事はありますか？詳細な分析とバランスの取れた視点を提供する信頼できる情報源がいくつかあります。いくつかのリンクをあなたと共有できます。それは素晴らしいよ、アンナ。もっと情報を集めて、もっと自分自身を教育したいと思っています。後でリンクを送るよ。ジョン。正確で信頼できる情報を得るには、信頼できる情報源に頼ることが重要です。ありがとう、アナ。信頼できるリソースを見つけるためにご協力いただきありがとうございます。どういたしまして。ジョン。知識を求め、時事問題やトレンドトピックについて常に情報を得ることは常に有益です。確かに、アンナ、十分な情報を得ることで、有意義な議論に積極的に参加し、前向きな変化に貢献することができます。絶対に、ジョン。私たちの考えと行動は違いを生むことができます。それは目の前の問題をしっかりと理解することから始まります。会話ができて感謝してるよ、アンナ。このことをきっかけに、私はこのトピックをより深く掘り下げ、より啓発的な議論をするようになりました。それを聞いて嬉しいよ、ジョン。オープンマインドで議論に取り組み、多様な意見を尊重することを忘れないでください。そのことを心に留めておくよ、アナ。みんなの声が聞かれ、尊重される環境を育むことは重要です。よく言ったよ、ジョン。知識の力を受け入れ、敬意を持って対話をしながら、共に学び、成長し続けましょう。
アンナ、これ以上同意できない。ご意見やご感想をお寄せいただきありがとうございます。本当に充実した会話ができました。ジョンさんもありがとうございます。オープンで有意義な会話をしてくれることに感謝します。これからは継続的な学習を。乾杯、アンナ。好奇心を持ち続け、視野を広げる機会を取りましょう。レッスン4、旅程の計画。旅程の計画をお忘れなく。探索すべきランドマークや美術館はたくさんあります。素晴らしいリマインダーだね。ジョン旅行を最大限に活用するために、私はいつも前もって計画を立てています。アンナ、普段どうやって旅程を計画してるの？まず、この地域で人気のあるランドマークや美術館を調べます。次に、自分の興味や空き時間に基づいて優先順位をつけます。それは体系的なアプローチのように思えます。アンナ、必見の場所を見逃さないようにするのに役立ちます。絶対に、ジョン。事前に計画を立てておくことで、バランスの取れた旅程を作成し、新しい目的地での時間を最大限に活用することができます。訪れることをお勧めする特定のランドマークや美術館はありますか？場所によるよジョン。しかし、世界的に有名なものには、エッフェル塔、ルーブル美術館、コロッセオなどがあります。それらは確かに象徴的なランドマークです。アンナ、必ず旅程に含めておきます。素晴らしい選択だジョン。特にアトラクションを徹底的に探索する予定がある場合は、各アトラクションに十分な時間を割り当てることを忘れないでください。それはいい点だ。アナ、ランドマークを急いで通り抜けても、その重要性を十分に理解することはできません。まさに、ジョン。時間をかけて歴史と文化に浸り、心に残る思い出を作りましょう。有名なランドマークや美術館以外に、訪れるのがおすすめの人里離れた場所はありますか？絶対に、ジョン。私はいつも旅程にいくつかの隠れた名所を含めるのが好きです。地元の市場、公園、近所ではユニークな体験ができます。それは興味をそそられます。アンナ、都市や町のあまり知られていない側面を発見するのはいつも魅力的です。確かに、ジョン。地元のスポットを探索することで、本物の文化を垣間見たり、地元の人々と交流したりすることができます。アンナ、旅程のバランスが取れていて、詰め込みすぎないようにするにはどうすればいいの？必見のアトラクションと余暇のバランスを取ろうとしてるんだ、ジョン。予期せぬ発見やリラクゼーションに備えて、ある程度柔軟に対応することが重要です。それは理にかなっています。アナ、旅行中に計画されたアクティビティと自発的な瞬間を組み合わせるのは良いことです。絶対に、ジョン。バランスの取れた旅程があれば、圧倒されることなく、思い出に残る楽しい体験ができます。アンナ、旅程を効果的に整理するためのヒントはありますか？一つのヒントは、場所に基づいてアトラクションをグループ化することです。これにより、移動時間が最小限に抑えられ、近くの場所を効率的に探索できます。それは実践的なアプローチだよ。アンナ、輸送に費やす時間を最適化するのに役立ちます。
もう一つのヒントは、営業時間や訪問中に開催される特別なイベントや展示会を検討することです。これは、失望や機会を逃すのを防ぐのに役立ちます。それは素晴らしい点です。時間指定のイベントを把握しておくと、訪問を最大限に活用できます。最後に、ジョンさん、リラクゼーションとダウンタイムのための余裕を残すことを忘れないでください。慌てずに旅を楽しむことが大切です。それを覚えておくよ。探検とリラクゼーションのバランスを取れば、私の旅はもっと楽しくなるだろきっとそうなるよ。ジョン柔軟に対応して、最高の思い出になることが多い予期せぬ瞬間を受け入れることを忘れないでください。う。洞察とヒントを共有していただきありがとうございます。旅程を効果的に計画する準備が整ったと感じています。どういたしまして、ジョン手伝えてよかった。旅行を楽しんで、ランドマークや美術館を探索して素晴らしい時間を過ごしてください。アンナさんのご支援とご多幸をお祈り申し上げます。待ち受けている冒険にワクワクしています。安全な旅を、ジョン。あなたの旅程が素晴らしい体験と忘れられない瞬間に満ち溢れますように。ありがとう、それを最大限に生かすようにするよ。次回まで。レッスン後、短期旅行の計画。はい、ずっとどこかに小旅行をしたいと思っていました。何か提案は？ワクワクしますね、ジョン。好みに応じてたくさんの選択肢があります。都会での休暇や自然の隠れ家をお探しですか？私はどっちも受け入れるよ。新しい場所を探検して、爽快な体験をしたい。プラハやバルセロナなど、豊かな歴史と文化的名所のある近くの都市を訪れてみてはいかがですか？プラハとバルセロナはどちらも興味をそそられます。それらを調べて、どれが私の心に響くのか見てみます。いいアプローチだね。ジョン。各目的地の見どころを調べることは、十分な情報に基づいた決定を下すのに役立ちます。プラハとバルセロナ以外に、短期旅行におすすめの都市はありますか？建築物と活気に満ちたナイトライフを楽しむなら、アムステルダムとベルリンを検討する価値があります。アムステルダムとベルリンは活気に満ちた都市のように思えます。これらを私の可能性のリストに追加します。別の選択肢は自然の隠れ家かもしれません、ジョン。国立公園や海岸沿いの町では、静けさと息を飲むような風景を楽しめます。それも魅力的に聞こえますね。特定のネイチャー、リトリートを考えていることはありますか？スコットランドのハイランド地方やイタリアのチンクエテッレの海岸沿いの町を訪れてみてはいかがですか？スコットランド高地とチンクエテッレはどちらも絵のように美しい目的地のように聞こえます。さらに調査してみます。素晴らしい選択だ。ジョン。決定する際には、移動時間、予算、利用可能なアクティビティなどの要素を考慮することを忘れないでください。これらは考慮すべき重要な側面です。旅行の計画を立てるときには、必ず考慮に入れておきます。さらに、選択した目的地を訪れるのに最適な天気と時期についても考えてください、ジョン。それはあなたの体験に大きな影響を与える可能性それはいいがあります。点だ。天気のパターンを確認して、訪れるのに最適な時間帯を選びます。
快適な靴、旅行ガイド、思い出を撮影するためのカメラなどの必需品を忘れずに持っていきましょう。ジョン。それを書き留めておくよ、アナ。スムーズで楽しい旅になるためには、しっかり準備しておくことが大切です。最後に、心を開いて冒険を楽しんでください。ジョン。短い旅行は、新しい場所を発見し、心に残る思い出を作るのに最適な方法です。アンナ、これ以上同意できない。この短い旅に出て、新しい環境に没頭できることにワクワクしています。ワクワクするよ、ジョン。旅を楽しんで、時間を最大限に活用してください。安全な旅を。ありがとう、アナ。あなたの提案とサポートは大きな意味があります。きっと思い出に残る旅になると思います。また話ができるまで。レッスン6、一緒に料理する。さあ、一緒に料理しましょう。パーフェクト。材料は全部用意しておきます。楽しい計画だね。ジョン、私たちのクッキングセッションではどんな料理を考えていますか？自家製ピザを作ってみてはいかがですか？好きなトッピングを選んで楽しみましょ自家製ピザは美味しそうだね。ジョン、自分たちだけのフレーバーを作れることにワクワクしています。う。素晴らしい。まずは、聖地を準備することから始めましょう。小麦粉、酵母、水、塩、そして少量のオリーブオイルが必要です。育児作りを手伝ってあげるよ、ジョン。正しい食感にするには、レシピに注意深く従うことが大切です。絶対に、アンナ。聖地が滑らかで弾力性があるまでこねてから、しばらく膨らませます。聖地が休んでいる間に、ピザソースを用意できます。トマト、ニンニク、バジル、オリーブオイルが必要です。いいですね、アナ。トマトをみじん切りにし、ニンニクをみじん切りにし、他の材料と混ぜて風味豊かなソースを作りましょソースの準備ができたら、トッピングに移ります。ジョン、好きなピザのトッピングは何？う。モッツァレラチーズ、ペパロニ、玉ねぎ、ピーマンのクラシックな組み合わせが大好きです。アンナはどう？マッシュルーム、オリーブ、ほうれん草、フェタチーズが入った野菜たっぷりのピザが好きです。ヘルシーで美味しいメニューです。素晴らしい選択です、アンナ。好みに合わせて、さまざまなトッピングを用意できます。聖地が盛り上がったら、それを少しずつ分けて、ピザのベースに形作ります。そうだね、アンナ。聖地を伸ばし、ソースとトッピングを加え、熱いオーブンで焼きます。オーブンを高温に予熱して、皮がカリカリになるようにすることが重要です。ジョン。絶対に、アンナ。自家製ピザには、歯ごたえとサクサク感の完璧なバランスが欲しいのです。ピザを焼いている間に、おかずとして新鮮なサラダやガーリックブレッドを用意できます。それは素晴らしいアイディアのようだね、アンナ。爽やかなサラダやガーリックブレッドがピザによく合います。ピザが金色になり、チーズが溶けたら、オーブンから取り出して少し冷まします。忍耐が鍵だ。アンナ。食欲をそそる香りに抵抗するのは難しいですが、舌をやけどしたくありません。
最後に、ピザをスライスしてお皿に盛り付け、自家製のごちそうをお楽しみください。掘り下げるのが待ちきれません。アンナ、一緒に料理をしたり、食事を分け合ったりするのはいつも特別な経験です。確かに、ジョン。絆を深め、思い出を作る素晴らしい方法です。一口一口味わいましょう。私の料理パートナーになってくれてありがとう。アンナ、キッチンでのあなたの熱意と技術に感謝します。楽しみなのは私よ。ジョン一緒に料理するのはいつも楽しいです。自家製ピザに乾杯。乾杯。美味しい料理、良い仲間、そして料理の冒険の喜びを味わってください。レッスン7、食欲をそそるベジタリアンオプション。それは魅力的に聞こえます。ベジタリアンのオプションですか？はい、そうです。今日は美味しい野菜炒めを用意しました。それを聞いて嬉しいよ。アナ、植物ベースの食事をもっと食事に取り入れようと思っています。素晴らしいアプローチだね、ジョン。ベジタリアン料理は栄養価が高く、風味豊かです。アンナ、炒め物にどんな野菜を使ったの？ピーマン、ブロッコリー、人参、スナップエンドウのカラフルなミックスを使いました。鮮やかな組み合わせですね。それは素晴らしいですね。アナ、さまざまな野菜がもたらすさまざまな食感と味が大好きです。絶対に、ジョン。まろやかな料理を作るには、野菜をうまく混ぜることが大切だ。味を良くするためにソースや調味料は使ったんですか？はい、ニンニクと生姜を少し加えた醤油ベースのソースを加えました。炒め物に香ばしくて香り高い味わいを与えます。美味しそうだね。アナ、私は醤油が料理にもたらすうま味が好きです。確かに深みのある味わいが加わります。また、ごまを振りかけてカリカリの食感を出しました。ごまは素晴らしい添加物です。アナ、食感を加えるだけでなく、ナッツのような味も加えます。絶対に、ジョン。料理を高め、より楽しくするのは、ちょっとした工夫だ。アンナ、これ以上同意できない。盛り付けと細部へのこだわりは、食事をさらに魅力的にします。おすすめの盛り付けとしては、ご飯や麺を添えて炒め物も楽しめます。ライスもヌードルも素晴らしい伴奏みたいだね。アンナ、炒め物の味を引き立ててくれます。また、熱が好きな場合は、チリフレークを振りかけたり、シラチャソースを少し加えたりできます。ちょっと辛いのは好きだよ。アンナ、チリやシラチャを少し加えると、間違いなく料理に刺激が加わります。素晴らしい、ジョン。ベジタリアン炒め物が気に入ってくれて嬉しいよ。栄養価が高く満足できる選択肢です。私の食事の好みを考慮してくれてありがとう。アンナ、あなたの思いやりに感謝します。どういたしまして、ジョン。みんなの好みに合わせて、一緒に楽しい食事を作ることが大切です。確かに、アンナ、料理を作ったり分け合ったりすることは、さまざまな味をつなぎ、味わう素晴らしい方法です。
絶対に、ジョン。食べ物には人をつなぐ方法がある。このベジタリアン炒め物を味わってみよ楽しみにしてるよ、アンナ。この美味しい料理の味をじっくりと味わってみましょう。ボナペティ、ジョン。この食事が私たちの味覚にとって楽しいごちそうになりますように。ありがとう、アナ。美味しい料理とベジタリアンの選択肢を探求する喜びに乾杯。レッスン8、チケットの購入。コンサートのチケットは事前に購入する必要がありますか？全然だ。ジョン。チケット売り場に行くか、会場の機械を使えばいい。それは便利です。事前にチケットを買う手間が省けます。はい、その場でチケットを入手するのは簡単なプロセスです。コンサート会場の入り口近くにチケットブースはありますか？はい、通常は入り口のすぐそばにチケットブースがあり、簡単にアクセスできます。それは便利です。切符を買うのに遠くまで行く必要はないだろまた、一部の会場にはチケット購入用の自動販売機があります。セルフサービスマシンはどのように機能しますか？必要な枚数のチケットを選択して支払いを行うだけで、マシンがチケットを配ります。それはシンプルでユーザーフレンドリーに聞こえます。そうだ。ジョン。チケット購入がスムーズに行えるように機械は使いやすいように設計されています。券売機の代わりにチケットブースを使うメリットはありますか？一つの利点は、質問がある場合やサポートが必要な場合に、チケットブースのスタッフとやり取りできることです。これは特に特定の問い合わせがある場合やガイダンスが必要な場合に役立ちます。さらに、チケットブースでは、現金を含む様々な支払い方法を受け入れる場合があります。それは知っておくと良いことです。支払いオプションに柔軟性を持たせることができます。ただし、セルフサービスマシンは、クレジットカードを含む様々な支払い方法も受け入れることがよくあります。これは取引にカードを使用することを好む人にとって便利です。はい、様々な好みに対応し、誰にとってもプロセスをより便利にします。全体としてコンサートのチケットを購入するのは簡単なプロセスのようです。絶対に、ジョン。切符売り場を選ぼうと、自動券売機を選ぼうと、面倒なことではないはずだ。チケットを購入して席を見つけるのに十分な時間をかけて会場に到着するようにしましょ同意しました、ジョン。事前に計画を立てておけば、スムーズで楽しいコンサート体験ができます。チケットを手軽に購入して素晴らしいコンサートを楽しむ方法をご紹介します。乾杯。シームレスなチケット購入体験とコンサートでの忘れられない時間が過ごせますように。乾杯。ライブミュージックのワクワク感を味わい、コンサートでできた思い出を大切にしましょう。教訓9、職場の快適性の向上。はい、これにより従業員の快適性が向上します。どのような側面についておっしゃっているのですか？
オフィスでのフレキシブルな座席オプションについて話しているのです。これにより、従業員は働く場所を自由に選択できます。面白い、アナ。それで、特定の机や個室に限ってないの？まさに、ジョン。オフィスには、スタンディングデスク、居心地の良いコーナー、コラボレーションスペースなど、様々な座席エリアがあります。それは爽やかな変化のように思えます。これにより、従業員は自分のニーズや好みに合ったワークスペースを見つけることができます。絶対に、ジョン。仕事中に立っていることを好む人もいれば、よりリラックスした座席配置を好む人もいます。それが快適さと生産性の向上にどのように貢献するかはわかります。職場に選択肢があることは重要です。それは間違いなく生産性を高めます、ジョン。従業員が働く場所を選択できるようになると、従業員はより力を与えられ、モチベーションが高まると感じます。ワークスペースで快適に感じることは、集中力や全体的な幸福感にプラスの影響を与えます。そして、それは身体的な快適さだけではありません。また、オフィスでは適切な照明と適切なエルゴノミクスを優先しています。健康的で働きやすい職場環境には、優れた照明と人間工学に基づいた家具が不可欠です。絶対に、ジョン。適切な照明は目の疲れを軽減し、人間工学に基づいた家具は正しい姿勢をサポートし、不快感を軽減します。企業が従業員の福利に投資しているのを見るのは素晴らしいことです。ポジティブな職場文化が生まれます。間違いない、ジョン。従業員が大切にされていると感じると、仕事に積極的になり、満足する傾向が高まります。アンナ、これ以上同意できない。これは従業員にとっても会社にとっても双方にメリットのある状況です。同じ考えでいてくれて嬉しいよ。ジョン。従業員の快適さを優先することは、より調和の取れた生産的な職場につながります。確かに、アンナ、快適な職場環境は、創造性、コラボレーション、そして全体的な仕事への満足度を高めます。簡単な変化が従業員の福利厚生にもたらすプラスの影響を見るのは素晴らしいことです。絶対に、アンナ、小さな調整が人々の生活に大きな違いをもたらす可能性があることを思い出させてくれます。また、企業が従業員の快適性の重要性を認識し、それを改善するための措置を講じているのを見るのは心強いことです。より多くの組織がそれに追随し、従業員の健康を優先することを願っています。そう願おう、ジョン。誰もが快適で協力的な職場環境を求めています。アンナ、これ以上同意できない。ここでは、従業員の快適さを優先し、ポジティブな職場体験を生み出す職場をご紹介します。乾杯。職場での快適さと幸福の価値を受け入れる組織が増えますように。乾杯。働きやすい職場は、社員の幸せと活力につながります。レッスン10、エッセンシャルリスト。間違いなく最初にリストしてください。旅行に必要な必需品を書き留めておきます。いい考えだね。ジョン。チェックリストがあると、重要なことを忘れないようにできます。基本から始めましょう。服、トイレタリー、旅行書類が必要です。絶対に、ジョン。
旅行中や特別な機会に備えて、十分な数の服を用意することを忘れないでください。そうですね。メモしておきます。バッグのスペースを節約するために、旅行用サイズのトイレタリーも用意しておくべきです。それは賢い提案だジョン。また、デバイスを充電するためのトラベルアダプターを用意しておくのも良い考えです。良い点です。それをリストに追加するよ。思い出を捉えるカメラも持っていくべきだ。間違いない、ジョン。私たちの冒険を記録し、心に残る思い出を作るには、カメラが不可欠です。また、特に長い旅行の場合は、旅行に備えて軽食を用意する必要があります。スナックはいいアイディアだね。ジョン。旅行中も元気と満足感を保ってくれます。リストにスナックを追加し、水分補給用の詰め替え可能なウォーターボトルも追加します。パーフェクト。特に外出中は水分補給をすることが重要です。また、目的地や計画した活動に基づいて、特定の項目を検討する必要があります。その通りだジョン。ハイキングに行くなら、丈夫な靴と適切なアウトドア用品が必要です。目的地の天気と地形をメモしておき、それに応じて荷造りをします。いいアイディアだ。また、本や音楽のような娯楽も旅に持っていくべきです。エンターテイメントは不可欠です。時間を潰すのに役立ち、長時間のフライトやドライブ中に私たちを楽しませてくれます。また、パスポート、身分証明書、必要な旅行ビザなどの重要な書類も忘れないでください。絶対に、アンナ、出発前に必要な書類がすべて揃っていることを再確認すべきだ。最後に、緊急時に備えて、基本的な医療用品が入った応急処置キットを用意しておくと良いでしょう。安全第一、アナリストには応急処置キットも追加します。素晴らしい。このリストがあれば、次の旅行の準備が整います。私たちが積極的で組織化されていることを嬉しく思います。これで私たちの旅はずっとスムーズになります。間違いない、ジョン。準備をしておくとストレスが減り、旅行を楽しむことに集中できます。アンナ、これ以上同意できない。よく計画された、忘れられない冒険に出かけましょう。乾杯。私たちのチェックリストで素晴らしい旅に必要なものがすべて揃いますように。乾杯。この旅を本のためになるようなものにして、一緒に素晴らしい思い出を作りましょレッスン11、意思決定。どうすればいいのかわかりません。何かアドバイスはありますか？まず、この決定を検討している理由のリストを用意してください。それは良い出発点です。長所と短所を書き留めておくと、物事を明確にするのに役立ちます。間違いない、ジョン。これにより、利点と潜在的な欠点をより明確に見ることができます。リストを作成したら、各要素の重要性をどのように比較検討すればよいですか？あなたにとっての重要性に基づいて、それぞれの理由に値または重みを割り当ててください。それは理にかなっています。
自分にとって最も重要な要素を優先する。まさに、ジョン。決定を下す上で本当に重要なことに優先順位をつけるのに役立ちます。リスト上の理由が矛盾していたり、同じように重要だと思われる場合はどうなりますか？その場合は、それぞれの選択肢の長期的な影響と潜在的な結果を考慮してください。では、それぞれの選択肢が自分の目標や価値観とどのように一致するかを考えるべきでしょうか？はい、ジョン。目標と価値観が意思決定の指針となるべきです。それは役に立つ視点だね、アナ。自分の選択肢を評価するための枠組みを与えてくれます。さらに、様々な視点を提供できる信頼できる友人やメンターからアドバイスを求めてください。いい点だ、アナ。時々、外部の意見が、私たちが見落としていたかもしれないことに光を当てることがあります。そして、直感に耳を傾けることを忘れないでください。直感が正しい方向に導いてくれることもあります。自分の本能を信頼することは覚えておくべきことです。自分の意見に耳を傾けることは大切だ。絶対に、ジョン。君の直感が正しい決断に導いてくれることが多い。すべての情報と視点を集めたら、最終的な選択を行うにはどうすればよいでしょうか。時間をかけて熟考し、それぞれの選択肢が自分の価値観や長期目標とどのように一致するかを検討してください。つまり、最も本物らしく感じられ、自分に合っていると感じるオプションを見つけることです。正確に、ジョン。通常、より深いレベルで自分の心に響く決定を下すのが正しい選択です。アンナさん、アドバイスありがとうございます。この決定にどう取り組むべきかをより明確に理解できました。どういたしまして、ジョン意思決定は難しいものですが、適切なプロセスがあれば、自分にとって最良の選択ができることを覚えておいてください。アンナ、ご指導ありがとうございます。自信を持って前に進めることができるようになりました。助けられて嬉しいよ。ジョン、自分を信じてください。そうすればすべてがうまくいくでしょう。確かに、アンナ、情報に基づいた意思決定を行い、私たちが選んだ道を受け入れることが大切です。乾杯。あなたの決断が、これからの充実した実りある旅へと導いてくれますように。乾杯。はっきりと確信を持ってこの決断を下す準備はできている。レッスン12、芸術鑑賞。アートを鑑賞し、新しいことを学ぶのに良い方法です。絶対に、ジョン。アートには私たちの感覚を魅了し、理解を広げる方法があります。アートがいかに様々な感情や解釈を呼び起こすかが魅力的だと思います。それが芸術の美しさだ、ジョン。それは一人一人にユニークな方法で語りかけます。絵画、彫刻、パフォーマンスアートなど、様々な芸術形式を探求することを楽しんでいます。それぞれのアートフォームには、独自の体験とストーリーテリングがあります。アーティストがクリエイティブな表現を通してメッセージやアイデアを伝えることができるのは驚くべきことです。アートは、私たちが様々な視点から世界を見て、自分の考えに挑戦することを可能にします。同意します、アナ。
身の回りの美しさに疑問を抱き、感謝し、熟考するよう励まされます。そして、アートには言葉の壁を越える方法があり、それを世界共通の言語にしています。そうだよ、アンナ。アートは、異なる文化や背景を持つ人々を伝え、つなぐことができます。理解と共感を育むための強力なツールです。また、アートがその時代の社会的、歴史的背景をどのように反映できるかについても感謝しています。アートは歴史の瞬間を捉え、文化の進化を記録する役割を果たします。また、アートギャラリーや美術館を訪れると、アートに没頭するための厳選された体験ができます。集中的かつ瞑想的な方法でアートに触れることができる空間です。有名なアーティストの作品を見たり、新しい才能を発見したりするのは刺激的です。様々な芸術的スタイルや技法に触れる機会です。そして、アートは私たち自身の創造性に火をつけ、人生のさまざまな面で新しいアイデアを刺激することができます。絶対に、ジョン。それは私たちが創造的に考え、自分の芸術的表現を探求することを奨励します。それでは、アートを鑑賞し、アートがもたらす美しさを探求することにしましょう。同意するよ。ジョン・インスピレーションと個人的成長の源としてアートを取り入れましょう。アートの楽しさと、それが私たちの生活にもたらす無限の可能性をご紹介します。乾杯。私たちの芸術の旅が驚きと発見に満ちたものになりますように。乾杯。このクリエイティブな冒険に乗り出し、アートで私たちの魂を豊かにしましょう。レッスン13、手頃な価格。そのモデルの価格、はい。他と比べると手頃な価格だ。聞いてよかったよ。ジョン。手頃な価格は多くの人にとって重要な要素です。絶対に、アンナ。お金に見合う価値のある製品を見つけることは常にプラスです。機能と品質を私たちが支払う価格と比較検討することが重要です。同意します、アナ。価格が高いからといって必ずしも品質が良いとは限らない。そうだね、ジョン。お金をかけずに自分たちのニーズを満たす製品を探すべきだ。価格の調査と比較は、情報に基づいた購入決定を下すのに役立ちます。耐久性、機能性、カスタマーレビューなどの要素を考慮することが重要です。また、お得な割引やプロモーションを探す価値もあります。はい、セールや季節限定のオファーを利用することでお金を節約できます。さらに、製品の長期的価値を考慮することも不可欠です。それは良い点だ、ジョン。時々、前もってもう少しお金をかけることで、長期的にはお金を節約できることがあります。品質と手頃な価格の適切なバランスを見つけることです。そして、購入の意思決定を行う際には、私たち自身のニーズと優先事項を理解してください。絶対に、アンナ。品質とリーズナブルな価格を兼ね備えたスイートスポットを見つけることです。そして、予算に気を配りながら、私たちに役立つ製品を手に入れましょう。ですから、
購入する際には常に価格とその他の重要な要素を考慮しましょう。これ以上同意できないわ、ジョン。賢い買い物客になって、情報に基づいた選択をしましょう。満足と価値の両方をもたらすリーズナブルな価格の製品を見つけることです。乾杯。私たちの購入品がいつも私たちのニーズと予算に合っていますように。乾杯。目の肥えた目で価格設定の世界をナビゲートし、賢明な選択をしましょレッスン14、穏やかな小さな蝶。私はかつて美しい景色を望む魅力的な小さな町に行ったことがあります。とても平和でした。素晴らしいですね、ジョン。小さな町には独特の魅力と静けさがあることが多い。絶対に、アンナ。都会の喧騒から逃れてリフレッシュできました。小さな町を訪れたり、隠れた名所を探検したりするのが大好きです。私も、アナ。シンプルさとゆっくりとした生活には何か特別なところがあります。その小さな町でお気に入りのスポットや景色はありましたか？はい、町には美しい川が流れていて、豊かな緑に囲まれていました。牧歌的に聞こえるよ、ジョン。自然には平和と静けさをもたらす方法がある。川岸を歩きながら静かな雰囲気を味わうのは楽しかったです。小さな町では、地元の文化や伝統を垣間見ることができることがよくあります。そんな経験はありましたか？間違いない、アナ。フレンドリーな地元の人々と交流し、彼らの習慣について学ぶ機会がありました。それが小さな町の利点の一つです。コミュニティの温かさとおもてなしです。アンナ、これ以上同意できない。それは貴族意識とつながりを生み出します。その小さな町でユニークなランドマークや史跡に出くわしましたか？はい、たくさんの歴史を持つ美しい建築の魅力的な古い教会がありました。史跡を探索することで、町の過去とその意義を垣間見ることができます。時間を遡って、その場所の遺産を鑑賞するようなものです。小さな町には、郷土料理の宝が隠されていることがよくあります。何か特別なことを試しましたか？絶対に、アンナ。居心地の良い地元のレストランで美味しい手作りの食事を楽しみました。本格的なボリュームたっぷりの料理は、小さな町を訪れる際の楽しみの一つです。アンナ、それは思い出に残る経験でした。将来はもっと魅力的な小さな町を訪れたいと思っています。私も同じように感じます、ジョン。小さな町には、その美しさとシンプルさで私たちの心をつかむ方法があります。小さな町の静けさと魅力をご紹介します。そこでは平和を見つけ、心に残る思い出を作ることができます。乾杯。私たちの旅が私たちを絵のように美しい小さな町に連れて行き、私たちの魂が静けさで満たされますように。乾杯。これらの隠れた宝石の美しさに魅了され、安らぎのひとときを大切にしましょう。